本日は貴重な発表の経験をいただきまして、台湾医科大学の楊先生、お茶の水女子大学の藤原先生に感謝申し上げます。それでは発表を始めさせていただきます。世界一の長寿国として知られている日本ですが、総人口が減少を続ける中で、65歳以上の人口は増え続けており、2025年には 30% を超えると予想されています。我が国では介護を必要とする高齢者の増加や介護による離職が社会問題となり、2000年に介護保険制度が作られました。高齢者の増加を伴い、介護保険を利用する人も増え続け、2017年には561万人の人が介護保険を利用しており、現在では600万人を超えています。その内訳を見ますと、居宅サービスが最も多い現状にありますが、施設サービス、いわゆる介護施設の利用者も年々増加しております。皆さんご存知のように、高齢者における低栄養は様々な病態悪化を誘導し、健康寿命の低下、いわゆる健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間の低下を招くことが知られております。我が国において男性、女性ともに平均寿命は年々伸びており、世界で着目される長寿国であります。しかし、平均寿命と、健康寿命の差は縮まることはなく、その差は男性で 8.7 歳、女性で 12.06 歳となっています。平均寿命と健康寿命の差を縮めることが、介護サービスや医療費の削減につながります。そのためには、高齢者における栄養状態をきちんと把握し、低栄養を予防することは非常に重要になります。低栄養による臨床的な合併症には、免疫力の低下や、それに伴う感染症、褥瘡や、総小治癒の遅れ、歩行不安定や骨折、転倒骨折、認知機能の低下、治療の抵抗性、入院の長期化や再入院、QOL の低下などがあります。特に、高齢者における低栄養は合併症への影響も大きく、高齢者の栄養状態を正確に把握することが重要であると言われます。栄養不良を判断するツールというのはいくつかあり、病院であるか、高齢者であるかなどの状況に応じて最適化され、また地域や施設の傾向に合わせて使用されています。こちらには代表的な栄養スクリーニングツールを示しています。一番上のマルニュートリションスクリーニングツール MST は世界中の医療現場で利用されている、シンプルですぐに実施できる2項目の、質問からなるツールで、使用するツールは食欲、意図しない体重減収の2項目になります。また、MAST というツールは、英国静脈経腸栄養学諮問委員会が考案したツールで、イギリスやヨーロッパで多く利用されています。使用するツールは BMI や体重の変化、急性疾患の有無などになります。その他にも高齢者によく使用されるものとして MNASF などがあります。このように様々な栄養スクリーニングツールがありますが、これらは低栄養の恐れがある人を抽出するツールで、低栄養を診断することはできません。しかし、2018年に低栄養の新しい診断基準であるグリムクライテリアが、欧州静脈経腸栄養学会エスペンや米国静脈経腸栄養学会アスペンから発表され、低栄養を診断することが可能となりました。グリムクライテリアの診断方法を簡単にご説明しますと、まず第一段階のスクリーニングで低栄養の恐れありの方を抽出します。そして第2段階の診断的アセスメントで低栄養の診断を行うという流れになります。まずスクリーニングには先ほど紹介しましたMASTなどの既存の栄養スクリーニングを用います。
そこで低栄養の恐れがある人を抽出し、それらの方に診断的アセスメントを行います。診断的アセスメントの方法ですけれども、まず減少として意図しない体重減少、低 BMI、筋肉量の減少を診断します。そして、病因として食事量の減少や消化吸収能の低下、慢性疾患の有無などを判断し、低栄養を診断します。高齢者における低栄養は、免疫機能の低下や、病気の治癒の遅れにより、様々な疾患の予後に悪影響を及ぼすことが知られております。2018年に発表されたグリム基準に関して、医療機関の報告は増えつつありますが、高齢者施設、特にアジアの高齢者施設における研究というのは非常に少ない状況にあります。本研究では、日本の高齢者施設におけるグリムによる低栄養の有病率、介護職による低栄有病率の違い、そして、介護職の脂質量に関して発表させていただきます。本研究の対象者ですが、高齢者施設に入居する1486名のうち、欠損データを除いた1288名を対象としています。その基本属性はこちらの表になります。対象者の年齢は 88.4 歳で、介護度は 2.3 になります。日本における介護度2や介護度3がどのような状態であるかといいますと、例えば介護度2は、日常生活の動作またはその一部に介護が必要で、認知機能の低下が認められる者もいる状態です。介護度3は日常生活の動作に全面的な介助が必要で、立ち上がりや歩行に杖や歩行器、車椅子を使用している状態で、また認知機能が低下しており、見守りが必要な状態にあります。そして、対象者の BMI や下体周囲長に関しては、88歳の平均的な値に比較的近い値となっております。まず、グリム基準による低栄養診断の第一段階である栄養スクリーニングには、本研究では MAST という既存のツールを用いております。BMI と、体重減少率、急性疾患の有無という3つのステップを用いて、スコアが1以上の人は低栄養の恐れがあり、としています。本研究の高齢者施設では、この栄養スクリーニングツールにより、1228名のうち555名、約、半分の 45.2% の人が低栄養の恐れがあると診断されました。第2段階の診断的アセスメントに関して、減少には3項目あります。意図しない体重減少では、6ヶ月以内に 5% 以上の体重減少があるか、BMI は70歳未満の人では 18.5 未満、70歳以上の人では20未満、骨格筋の低さでは、下体周囲長が男性で30以下、女性で29以下になります。病院に関しては、1つ目に、食物の、吸収に悪影響を及ぼす慢性の胃腸状態であるか、2つ目に慢性疾患の有無の関連を、有無を判断します。減少と病院のそれぞれの項目に1つ以上該当するものがあった場合に低栄養と診断されます。その結果、まず減少の、BMI では93%、骨格筋量では、68.6% が基準に該当していたことから、減少の項目では、基準を満たしている人が 99.8% となりました。病院に関しては、62.3% の高齢者が基準を満たしておりました。その結果、1288名のうち346名、約3割弱の高齢者が低栄養と診断されました。本研究では1200名余り
と、非常に多くの高齢者を対象に栄養診断を行っていることから、日本の多くの高齢者施設では、約3割余りの高齢者が低栄養である可能性があります。次に、低栄養の重症度の診断を行っております。重症度は体重減少率の程度や BMI の低さ、骨格筋の低さから判断しております。そのうち低栄養と診断された346名のうち、中等度と診断された高齢者は138名、重度と診断された高齢者は208名であることが分かりました。また、低栄養が重度と診断された高齢者は、骨格筋量が低い人が多い傾向にありました。また、本研究において、疾患別の低栄養の有病率についても検討しております。その結果を見ますと、赤線の大腿骨骨折や脳出血、麻痺のある高齢者では低栄養有病率が高く、特に大腿骨折や麻痺では重症度が高い高齢者が、多い結果にありました。その他にも慢性疾患が関わるうっ血性心不全や COPD、腎臓病、肝臓病、悪性腫瘍などは低栄養有病率が高いことが分かりました。特に腎臓病では重症度の高い高齢者が多いことが分かりました。このように高齢者における低栄養の有病率は疾患によってかなり異なることが分かりました。ここまでをまとめますと、グリム基準を用いて日本の高齢者施設の高齢者の栄養診断を行った結果、低栄養の有病率は1228名中 28.2% であることが分かりました。その診断では多くの高齢者で BMI が低いことが分かりました。また、重症度の診断では、重症例で筋肉量が少ないものの割合が高い傾向にありました。高齢者施設では、接触嚥下機能に合わせて食形態の形態を行っています。今回の高齢者施設でも噛む力が弱い、飲み込むことが厳しい、箸が上手に使えないなど、入居者の方の状態に応じて、その方に合った食形態を提供しています。そこで食形態によって低栄養の有病率に違いが見られるかを調べました。本研究では常食 A、軟菜食 A、軟菜食 B、ムース食と4つの食形態の食事について調べました。軟菜食は下顎と上顎で潰せて飲み込みやすい食事。ムース食は食材をミキサーにかけゼリー状にしたものになります。軟菜食 A は、常食に近い食事で、軟菜食 B は軟菜食 A とムース食を合わせた食事になります。ムース食についてもう少し説明しますと、ムース食は通常の料理をミキサーなどですりつぶした後、とろみ剤などを使って再び料理の形に整えたものになります。このような流動食などと異なり、食材ごとに分けて盛り付けることができるので、介護食でありながら見た目や味、形、食感を楽しむことができ、最近利用の幅が広がってきている食形態です。その結果、これらの食形態の低栄養有病率は、常食で 15%、軟菜食 A で 28% であったのに対し、軟菜食 B、ムース食で低栄養と診断されたものは 60% 程度と高い割合であることが分かります。したがって、接触嚥下機能の低下に対応した、このような食形態ほど低栄養有病率は高い傾向にあることが分かりました。低栄養において、タンパク質の栄養が重要であることは知られておりますが、食事から取らなければならない脂質である多価不飽和脂肪酸に関して、欠乏と低栄養時の病態の関連というのは着目されていないという状況にあります。我々は食事から摂取しなければならない脂質である多価不飽和脂肪酸が欠乏しますと、皮膚炎や胃感染症、脂肪肝などの症状が見られますが、
その中でも EPA や DHA などの N 酸系の多不飽和脂肪酸の不足は、炎症性疾患や、認知症、うつ状態など、高齢者に多い疾患との関連も報告されています。このように、多不飽和脂肪酸の欠乏は、高齢者に多く見られる病態にも関与する可能性がありますが、これまで高齢者施設で多不飽和脂肪酸の摂取状況を検討した報告はほとんどありません。最後に、高齢者施設における食形態別の多不飽和脂肪酸量に関する結果を発表いたします。サンプルは先ほどと同様の食形態から5日間を選び、各食形態の和食及び洋食について1日分の食事の脂肪酸量を解析しました。測定した4形態の食事サンプルのエネルギー、タンパク質、脂質量を比較しますと、エネルギー量には大きな違いはありませんでした。そして、タンパク質は軟菜食 B やムース食で低い傾向にあります。また、脂質量は軟菜食 B やムース食で低いということはなく、これはエネルギーを維持するために脂質を付加しているのもあり、常食などに比べて若干高い傾向にありました。次に、脂肪酸組成の結果になります。飽和脂肪酸は各食形態による違いは見られませんでしたが、一過不飽和脂肪酸、多過不飽和脂肪酸ともムース食以外の食事で洋食で高い傾向にありました。ただし、これらの脂肪酸に関して食形態による脂肪酸量の違いというのはありませんでした。次に N6 系と N3 系の多過不飽和脂肪酸の結果です。まず N6 系脂肪酸は洋食で高い傾向にありますが、食形態による違いは見られませんでした。また N3 系脂肪酸は和食と洋食で違いは見られず、常食に比べて他の食形態で若干低い傾向にありました。最後に N3 系の多過不飽和脂肪酸である EPA と DHA について比較しました。すると、常食に比べて食形態が柔らかい軟食 B や特にムース食で低いことが分かりました。この施設では軟菜食 B やムース食でも魚のメニューは取り入れているのですが、脂質の少ない白身魚などを用いております。ムース食では食べる魚に制限があり、EPA や DHA が結果的に少ない可能性があると考えております。日本人の食事摂取基準では、N3 系多過不飽和脂肪酸の目安量は男性で 2.2g、女性で 1.9g となっており、EPA と DHA を合わせて 1g 程度が推奨されています。魚に多い EPA、DHA ですけれども、魚の種類によってこのようにかなり異なります。マイワシやアグロなどの青魚は、魚1切れ 100g で必要量を十分摂取できますが、タラなどの白身魚は、これらの青魚の20分の1以下になります。したがって、EPA、DHA の摂取には、魚の摂取種類というのも考慮する必要があるということがわかります。以上より本研究の高齢者施設において、食形態別の低栄養有病率は、摂食嚥下機能の低下に対応した食形態ほど高い傾向にあり、これらの食形態では N3 系脂肪酸の EPA や DHA が著しく低く、不足しやすい可能性が示唆されました。したがって、摂食嚥下機能の低下に対応した食形態では、エネルギーやタンパクだけでなく、食事から取らなければならない脂肪酸、特に EPA や DHA の摂取に考慮する必要があると考えております。また、我々は、多過不飽和脂肪酸の中でも炭素数が20以上の、高度不飽和脂肪酸が欠乏したマウスを用いて、脂肪肝やアレルギーに関して研究成果を発表しています。
また現在、糖尿病や脳機能に対する影響も調べておりますので、脂質栄養に関して欠乏という観点から基礎的な研究成果も出し、脂質栄養の重要性を明らかにしたいと考えております。最後に謝辞になります。以上で発表終わります。